おはようございます。今日は素晴らしいお天気です。ご覧ください。完全な動画撮影日和ですね。ということで今日はロンドンに行って、短い時間でも要領よく回れるようなモデルコースを歩いてみたいと思います。はい、皆さん、まず最初にやってきたのがウェストミンスター駅です。ここはサークル線、ディストリクト線、そしてジュビリー線というのが走ってるんですが、どうせ皆さん着いて初日時差ですごい早く目覚めると思いますから、まず最初にこちらに来ることをお勧めします。ロンドンで公共交通機関利用の際は必ずタッチレス決済のクレジットカードを持ってきてください。こちらでコンタクトレスと呼んでます。街の中心部の移動である限り8ポンド50でバス電車乗り放題です。わざわざ切符を買う煩わしさから完全に解放されます。ウェストミンスターの駅を出ると国会議事堂広場にすぐ出れるんですが、まず目の前に出てくるのがじゃじゃーん、ロンドン、そしてイギリスのシンボルビッグベンです。国会議事堂広場を挟んで反対側、白い石造りの塔が王室の教会ウェストミンスター寺院です。天気がいいとこんな感じで逆光になっちゃいますから、とりあえずウェストミンスターブリッジから写真を撮るといいと思います。正確には中にある鐘の通称がビッグベンです。というわけでビッグベンは見えません。ちょうどウェストミンスターのチャイムが鳴りましたね。あれは15分ごとに4分の1ずつ増えていくようになります。この後10時が鳴りますから、それを聞いたらウェストミンスター寺院の方へ行ってみましょう。はい、皆さん、ここがロンドンの観光地でも最も混むところです。ここにスリとかトリックを使った泥棒とか、あとチャリティーを装って小さな花を無理やり押し付けようとするジプシー風の女性とか、この界隈が特に多いところですから十分気をつけてください。ロンドンアイ、ビッグベン、ウェストミンスター大臣、ここがなんといってもロンドンナンバーワンスポットでしょう。テムズ川すごい勢いで現在潮が引いてますが、ウェストミンスター桟橋はこちらです。そしてロンドンアイ観覧車、毎年新年を祝う花火大会でニュースに出てくるのがここです。ウェストミンスターブリッジ南側を見てます。左手はセントトーマス病院、そして実は本当の007がいるMI6 はちょうどこのランベス橋という橋、真ん中の2本の橋桁のちょうど真ん中奥に緑と黄色のビルがあるんですが、ちょっと分かりにくいです。あそこが007がいるところ。そして、橋の右、白いビルに黄色い屋根が MI5、いわゆる FBI です。はい、皆さん以前にロンドンの動画を結構作ってます。 MI6 とか国会議事堂だけとか全然視聴回数伸びてません数合ってますから、これを機会にぜひご覧ください。
はい、午前中はやはりこっち側から撮ると写真が綺麗です。国会議事堂の前景が見えるのと、あとちょうどこの突き当たり下、今日は少ないですがインスタスポットみたいで大変人気です。まもなく10時、日本の学校の授業の始まりと終わりでよく聞くウェストミンスターのチャイムがまず鳴って、その後時の数だけビッグベンの鐘が鳴ります。チャイムが終わったところで録画をストップしないように。これがビッグベンの鐘です。このビッグベンの鐘の音とともに花火大会も始まります。というわけで、やっぱりロンドンに来てどっか行って写真撮るということになると、ナンバーワンスポットはこちらじゃないでしょうか。国会議事堂広場ではビッグベンをタージマハルみたいに指でつまんだポーズで写真を撮ってみたり、知ってる政治家の銅像があるか探してみましょう。あちみち色の教会がウェストミンスター寺院。すでにセキュリティチェックが終わり入場を待っている人たちです。左手の白い教会はセントマーガレット。同じ敷地の中に教会が2個もあってややこしいんですが、セントマーガレットはこの辺りの副教会です。いや、皆さん今日ソールドアウトと出てますよ。チケット持ってない、並んでるのはみんなチケット持ってるってことですね。今日はソールドアウト、そこはチケットなかったら入れません。基本日曜日以外毎日空いてます。ただしお家の教会さまざまなイベントもありますので、前売りを購入するか来る前に必ずチェックしてください。増改築されているとはいえほぼ700年前の教会です。記憶に新しいところではチャールズ3世の戴冠式、エリザベス2世の葬儀、あとウィリアム王子とキャサリン妃のご成婚式と言いたいところだったんですが、なんとあれ2011年の話です。時の経つのは早いもんです。恐ろしい。はい、国会議事堂広場終了。国会議事堂とウェストミンスター大臣写真を撮りましたから、これでバッキンガム宮殿に向かいます。バッキンガム宮殿はセントジェームズパーク、グリーンパーク、そしてビクトリアというちょうど3つの地下鉄の駅の間、どっちにしろ歩かないといけないので、国会議事堂広場からバッキンガム宮殿歩いた方がいいです。はい、こちらルイシャムストリートっていうところなんですが、バッキンガム宮殿まではセントジェームズパークという公園の中を歩いてもいいんですが、ちょっと昔ながらのいい立派な建物の並んだ通りがありますから、そちらを抜けてセントジェームズ公園を抜けてバッキンガム宮殿行ってみたいと思います。ロンドンはロイヤルパークという大きな公園がいくつもあるんですが、なかなかホテルが公園の近くとかじゃない限りわざわざ公園に行ってみる時間ないかもしれません。そういった時にちょうど街の中心部、ピカデリーサーカス、トラファルガー広場、国会議事堂からも近いセントジェームズ公園、ここが一番行きやすい公園になるかと思います。はい、ウェストミンスター大臣から近道をして今度ルイシャムストリートというところが出てきました。ここのパブの名前がトゥーチェアマンっていうんですね。チェアマンというと偉い人ですけど、偉い人じゃなくって看板ご覧ください。セダンチェアという裕福な人たちが昔利用したカゴみたいなものを運ぶ2人の男性、
その人たちのことです。2チェアマン。ここはウエストミンスター市でも最も古いパブの一つなんですが、ここはジュリー・アンドレスじゃなくてオリー・ブラント扮したメリー・ポピンズの映画、このまんまパブの名前もそのまんまで出てきます。女王様の受け入れの映画の主人公です。アカデミー賞取りましたね。これも7、8年前だと思いますが、安城でございます。はい、ルイシャムストリートからクイーンアンズゲートを抜けてくるとセントジェームス公園に出れます。今度は空港の中に今日は衛兵の交代式をしてますね。天気がいいと休憩したり日光浴をしたり、またお酒を飲んでピクニックしたり、平気で芝の上でゴロゴロします。奥に見えるデッキチェアは有料です。ローヤルパークのトイレは20ペンス、タッチレス決済のみ。トラファルガー広場とバッキンガム宮殿を結ぶ儀式用の通りザ・マルです。全長930メートル、ロンドンマラソンのゴールとしても世界中の人におなじみです。バッキンガム宮殿の衛兵の交代式は現在月水金日です。週に4回だけ。基本5つの隊が交代で警護に当たるんですが、その見分け方です。わかりますか？ボタンの並び方と帽子の羽です。ちなみに私は1回も覚えたことがないんですが、ご覧ください。今日は金曜日です。衛兵のマーチを見ようとすごい人が集まってきてます。はい、もう衛兵の交代があるときはいつもこうですが、ご覧ください。すごい人です。うわ。というわけで、まず宮殿の近くで兵隊さんがマーチしてくるところを見ようと思ったら、相当早く来ないと無理ということですね。今日なんかやってるんですね。宮殿の真ん前に人が行けないようになってます。なぜか。なんかおかしいです。中止ですか？あれ、通常奥の白いビルの前に兵隊さんが整列してるんですけど、今日いません。こんなに人がやってきてるのに衛兵の交代式ないんじゃないかなと思います。概要欄にリンク貼ってきますから、必ず来る前にあるかないかチェックしてから来てください。通常ですね、衛兵の交代式やるときは兵隊がもう宮殿の前に整列してるはずなんですね。誰もいません。奥の方から騎馬兵がやってきてます。後で前を通るこの駅兵連隊本部へ向かう、これから24時間警護に当たる兵隊さんがやってきてます。つい2週間ほど前にこの駅兵連隊の馬が暴走し、ロンドンを走りまくってるのが結構ニュースになりました。日本でもご覧になった方いらっしゃるんじゃないでしょうか。今日衛兵の交代やるかどうかおまわりさんに聞こうと思ってもおまわりさんもいません。大抵この横断歩道とかいるんですけど、こういうことありますからね、気をつけてくださいね。必ず前の日とかにチェックした方がいいですね、オンラインで。いやー、もしお客さん今日連れてここにやってきてたなんてことを考えるとゾッとしますはい、皆さん今オンラインでチェックしてます。チェンジングオブザガードデイタンタイム、5日6日8日、水曜日の後日曜日になってます。今日ありません。かわいそう皆さん、今日ないですよ。仕方ない、行きましょう。ではこれからバスに乗って、それで
2階建てバスから国会議事堂広場、先ほど言ったところを眺めながらトラファルガー広場に行った後、セントポール、ロンドン島シティの方へと向かいたいと思います。バッキンガム宮殿も中入れないんですが、夏の2ヶ月だけ公開されます。というわけで、その入場の準備を今しているところですね。だいたい8月9月です。ここにプレハブのテントが張られ、チケット売り場とセキュリティやるところを今ちょうど作っているところです。で、入場した後は出てくるのは宮殿正面の反対側ですから、もしそれに合わせて衛兵を見に来ようなんて考えている方は11時15分とか11時半の予約がいいと思います。あと年間を通じて一部美術館、コンパクトな美術館みたいなところだけ入れます。クイーンズギャラリーって言ってたんですが、王様になりましたからキングスギャラリーと今サインを書き換えているところじゃないかと思うんですが、ちょうど正面足場がかかっているところですね。だいたい半年ごとにテーマを持たせて展示物を描いてます。はい、今写真なんかで王室の人たちのポートレートの特別展示10月までやってるようです。あとここに売店がありますし、オフィシャルのバッキンガム宮殿グッズ買えます。あと奥にもローヤルミューズという馬車、ロールスロイスが見れる馬屋の部分、そこも見学可能です。はい、衛兵のご停止しているときはもうこのバリケードが閉まって通行止めになりますから、空いてますからやっぱり貼らないということですね。ではバッキンガム宮殿パレスショップが外にももう1軒ありますから、そちらちょっと覗いてこっちに行ったところから24番のバスに乗ってトラファルガー広場へ行きたいと思います。はい、バッキンガムパレスショップです。いや参りましたね。まさか衛兵の交代式を中止になっているとは。バッキンガム宮殿とか、あと特にウェストミンスター大臣、何かあるとたまにこういうことがありますから、必ずオンラインでチェックしていきましょう。私の真似しちゃダメです。ウェストミンスター大聖堂です。カトリックの教会、ここはちょっと古いヒッチコックの映画でもこのタワーが出てきてます。ダウニング街10番地が奥右の黒レンガ造り、首相官邸です。騎馬兵と並んで写真も撮れるのがこの駅兵連隊本部。毎時来るとちょっとした交代も見学できます。この通り奥が魔法省の入り口。ハリーポッターファンは行ってみたいですね。トラファルガー広場にやってきました。降りる準備です。よいしょ。1805年トラファルガー沖の海戦でナポレオンをやっつけた記念の広場です。はい、三越が真似したライオン。この国の地理的ゼロ地点でもありますから、昔は世界の中心と言ってもいいかもしれませんね。国会議事堂広場、バッキンガム宮殿界隈に続く3つ目の必見スポットです。このまま乗ってたらバス停1個2個3個目4個目かなで降りれば大博物館にも行けます。そしてトラファルガー広場にあるのは今年200年を迎えるナショナルギャラリーです。こちらはチケットを購入してない人の列で、係に聞いたら多分15分か20分かなって言ってました。ロンドンは無料の博物館美術館が多いんですが、オンラインで必ず無料のチケットを取ってきてください。列を飛び越えて入れますから、場合によっては随分と時間の節約になります。自転車のグループがいるところがちょうどこの国の地理的ゼロ地点、マークしてありますから、ぜひ見に行ってみてください。すぐその後ろにある騎馬像がチャールズ1世。
自分が首をはねられた方向を見つめてます。ここから15番のバスに乗るとセントポール大聖堂、そしてロンドン島まで乗り換えなしです。南アフリカの旗の真下がバス停。ああ、行っちゃう。ロンドンは31の区と2つの市に分かれています。街の中心がウェストミンスター市とロンドン市。今朝皆さんにご覧いただいたところは全てウェストミンスター市です。俗にザ・シティと呼ばれるロンドン市へ向かうには街並みを眺めながら移動できる2階建てダブルデッカーバスが最高です。特に旅行者にとって利用価値が高いのがこの15番のバスです。ライオンキング、この道を上がるとロイヤルオペラハウス、すぐお隣ではマムミヤ、左に入るとフローズン、アナ雪やってます。この間馬が暴走してニュースに出てきた通りがこちらです。左は民事最高裁判所、そしてその真ん前にドワイニング紅茶の本店。トラック邪魔。道の真ん中にあるドラゴンの像を抜けると私たちはザ・シティに入ります。さてフリートストリートです。ジョニー・デップいるかな。スウィニー・トッド、フリート街の悪魔の理髪師、この通りでございます。ジョニーじゃなくてポスターはデイビッドです。ウェディングケーキのデザインの元になったと言われる先のとんがった教会はセントブライドチャーチです。ビッグベン、タワーブリッジができる以前のロンドンのランドマーク、セントポールでございます。高いところに行くならロンドンアイ、シャードよりも個人的に絶対こちらがおすすめです。セントポールが完成したのが1710年。時の女王がフェイバリットのアン女王、先ほどお会いしましたね。覚えてますか。今後ろの15番のバスでそのままロンドン島に行って、それで川の対岸からセントポール大聖堂に戻ってこようと思ってたんですが、すごい渋滞で全然動きません。週末だったら心配ないと思いますが、ということで降りて、逆パターンでこれからテムズ川を渡ってバラマーケットに行ってタワーブリッジ、ロンドン島の方へと徒歩で向かいたいと思います。はい、ご覧ください。大渋滞。ロンドンは去年世界で最も渋滞する街ナンバー1に選ばれています。オリジナルのアイデアではここまで徒歩で歩いてきて左のバス停、またはこの右のバス停から15番のバスでトラファルガーに戻ろうかなという予定だったんですが、逆パターンで行きます。2000年にオープンしたミレニアムブリッジ、ハリーポッターで出てきた破壊された橋ですね。この赤レンガのビルはシティオブロンドンスクール。ハリーポッターは実はここ卒業してます。俳優のダニエル・ラドクリフ君です。奥に見えてるのがロンドンブリッジじゃないです。タワーブリッジですよ。一番背の高いビルはシャード、先がとんがってるやつ。皆さんミッションインポッシブルフォールアウト見ました？トム・クルーズがセントポールの中、屋根の上を駆け回り、そして隣の鉄橋の屋根の上を走ってテートモダン美術館のこの煙突、その上まで悪役を追跡するというシーンがありました。ロンドンは地層が泥です。速い潮の流れで泥が舞い上がって汚く見えるだけでテムズ川水質は非常に綺麗です。はい、テートブリテン出なかった。はい、テートモダンはスッと入れますね。いいですね。はい、こんな感じです。こちら元火力発電所でございます。無料の展望台があったんですが、数年前に子供が子供を突き落とすという事件があったせいか、このところずっと閉まっているようです。ここからロンドン島まではバラマーケットでちょっと休憩を挟んで徒歩で向かいます。
心棒の聖地バラマーケットでございます。私がやってくるといつも長蛇の列のハンブルクランブル、今左手にテープが貼ってあるところですね。まだ時間が早いせいかデザートにはまだちょっと早すぎるんでしょうか。今日はガラガラ、珍しいということでお昼ご飯を食べようと思ったんですが、ハンブルクランブル行ってみます。いつの間にか端末でオーダーするようになってます。ではスペシャルを行ってみようと思います。7ポンド50。基本イギリスで食べる甘いものは場合によっては死ぬほど甘いと思ってください。あんまり甘くないけど量が多い。2人で1個、3人で1個でいいと思います。食べてる間に続々とお客さんが並び始めました。あまりにも有名すぎるロンドンブリッジ、そしてロンドンブリッジと勘違いされているタワーブリッジはあちら。ロンドンブリッジ、こんなにつまんない橋なんですよ。タワーブリッジ完成は1894年。ご存知のような跳ね橋、ここがちょうど開きます。というわけで大きな船がロンドンブリッジまで入港することが可能です。こちらもロンドンのシンボルとしてあまりにも有名、ビッグベンと合わせて外せないフォトスポットじゃないでしょうか。知名度だけは高くても馴染みがないのがこちらロンドン島。ロンドンブリッジと合わせてまさに百聞は一見にしかずというところでしょう。そして夏目漱石が逆賊の門と呼んだトレーターズゲートもお見逃しなく。今ほとんどの人がオンラインチケットを買ってきますので、チケットオフィスの数が随分少なくなりちょっと待たされます。前より買ってきてください。タワー桟橋があちら、ウェストミンスター桟橋と観光用クルーズまたは水上バスで結ばれています。ロンドン島といえば処刑場、斧で打ち首でございます。その公開処刑場が道を渡った現在公園の中です。ユートピアの著者トーマス・モアもここで首をはねられています。赤丸の中に地下鉄のサイン、道の反対側がロンドン島最寄り駅タワーヒルの駅です。駅の真ん前にはローマ人が残した外壁が。ロンドンの歴史もローマ人から始まってます。いや、なんとこの古い15番のバスに乗ってトラファルガー行こうと思ったら、これはいわゆる観光用みたいな感じで同じ15番とルート行くんですが、エクストラチャージ大人 2.5、というか約500円取られるそうです。別料金というわけで次にやってきた15番のバスに乗りました。トラファルガー広場へ戻ります。これが渋滞の原因だったんですね。最後までお付き合いありがとうございます。トラファルガー広場に戻ってきました。現在2時35分というところですね。こんな感じでロンドンの有名な観光スポットはほぼ回りきった感じです。入場見学しなかったんでほぼ5時間で回っちゃいました。この後大博物館にでも行けばほぼ完璧じゃないでしょうか。問題は体力ですが頑張っていっちゃいましょう。私は今日はやめときます。今真ん前に9番が止まってますが、もう1個奥のバス停、そこに行ってこの9番に乗り換えると
まあ、歩いても近いんですが、しんどい方ピカデリーサーカス通ってポートナム&メイソン、あとハロッズの近く、そっちの方へ走っていきます。またすぐそこのバス停ですね。今朝24番のバスに乗って、降りたところです。そこから29、24で寄って、大博物館まで行くことも可能です。はい、今日は天気が良かったんで元気よく朝家を飛び出してきましたが、さすがに後半疲れてきました。ここにはアフタヌーンティーバスツアーというのが止まってます。この近くにティールームがあるんですね。名前何だったっけ。あ、違うわ、これボンベイサファイアのジンを作る会社が今やってるんですね。あ、違う、ボンベイサファイアのジンを作る会社がスポンサーになってるだけで、そうです、ブリジットベーカリーっていうティールームがこのすぐ近くにあって、そこにやってるアフタヌーンティーダブルデッカーバスです。それではちょっと休憩して帰ります。